こんにちは。お医者さんについてゆっくり話します。私は病院で働くお医者さんです。毎日患者さんを見ています。子供の頃、私はよく病院に行きました。先生はいつも親切でした。その先生はとても優しくて、自分も医者になりたいと思いました。高校では医学部に入るために毎日一生懸命勉強しました。医学部に合格しました。お医者さんへの道が始まりました。大学を卒業した後は研修医になっていろいろな仕事を学びました。病院で働き始めて患者さんの命を守る仕事が始まりました。病院では患者さんの話を聞いて体の様子をしっかり調べます。体の中を調べるためにレントゲンの写真を撮ることもあります。患者さんに薬や治療についてわかりやすく説明します。診察の後、パソコンでカルテを書いて大切な記録を残します。看護師さんと協力して患者さんの生活を支えています。薬剤師さんとも相談します。安全な薬を患者さんに出します。病院の仕事だけでなく、研究もして新しい知識を学びます。学会で研究の結果を発表して多くの先生と話します。大きな会場で開かれる学会に参加する時もあります。お医者さんになってからも毎日勉強を続けています。医学の本をたくさん読んで新しい知識を学んでいます。仕事の後にランニングをして体と気持ちを元気にします。仕事が休みの日は彼女とおいしいレストランへ行くこともあります。病院から電話で呼ばれて急いで病院へ向かうこともあります。手術はとても大変ですが、大切な患者さんを助ける仕事です。重い病気の患者さんを見るときは大きな責任を感じます。病室でも患者さんの様子を見て体の状態を確認します。仕事がたくさんあってとても疲れる日もあります。夜勤の後にはしっかり休んで体を大切にします。患者さんの笑顔を見ると仕事の力になります。お医者さんは人を助けるとても大切な仕事です。大変な時もありますが、やりがいのある仕事です。私はこれからも患者さんのために毎日頑張ります。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。私は病院で働くお医者さんです。毎日患者さんを見ています。子供の頃、私はよく病院に行きました。先生はいつも親切でした。その先生はとても優しくて自分も医者になりたいと思いました。高校では医学部に入るために毎日一生懸命勉強しました。医学部に合格しました。お医者さんへの道が始まりました。大学を卒業した後は研修医になっていろいろな仕事を学びました。病院で働き始めて患者さんの命を守る仕事が始まりました。病院では患者さんの話を聞いて
体の様子をしっかり調べます。体の中を調べるために、レントゲンの写真を撮ることもあります。患者さんに薬や治療についてわかりやすく説明します。診察の後、パソコンでカルテを書いて大切な記録を残します。看護師さんと協力して患者さんの生活を支えています。薬剤師さんとも相談します。安全な薬を患者さんに出します。病院の仕事だけでなく、研究もして新しい知識を学びます。学会で研究の結果を発表して多くの先生と話します。大きな会場で開かれる学会に参加する時もあります。お医者さんになってからも毎日勉強を続けています。医学の本をたくさん読んで新しい知識を学んでいます。仕事の後にランニングをして体と気持ちを元気にします。仕事が休みの日は彼女とおいしいレストランへ行くこともあります。病院から電話で呼ばれて急いで病院へ向かうこともあります。手術はとても大変ですが、大切な患者さんを助ける仕事です。重い病気の患者さんを見るときは大きな責任を感じます。病室でも患者さんの様子を見て体の状態を確認します。仕事がたくさんあってとても疲れる日もあります。夜勤の後にはしっかり休んで体を大切にします。患者さんの笑顔を見ると仕事の力になります。お医者さんは人を助けるとても大切な仕事です。大変な時もありますが、やりがいのある仕事です。私はこれからも患者さんのために毎日頑張ります。